皆さん、こんにちは。テク&テイルズです。今回は、Python の7回目は、データクレンジングと入出力について学んでいきます。これらの知識を総動員して、データ分析に挑戦しましょう。はじめに、前回の第10回で学んだ内容を簡単に復習します。前回は、まず Pandas ライブラリーを使って、データ分析の基本となるデータフレームを作成する方法を学びました。また、CSV ファイルや Excel ファイルからデータを読み込む方法も実践しましたね。そして最後に、t 検定を用いて2つのグループ間の差を統計的に評価し、その結果である P 値の解釈について学習しました。さて、今回の学習目標です。まず第一に、私たちが現実世界で手にするデータは、教科書のようにきれいではなく、多くの場合、汚れているという実態を知ることから始めます。次に、その汚れたデータを掃除し、整形するデータクレンジングの手法を学びます。特に重要なのが、データのない部分、いわゆる軟々、欠損値にどう対処するかです。そして、きれいにしたデータから欲しい情報だけを取り出すデータ抽出の方法、最後に、処理したデータをファイルとして保存するデータ出力の方法を学びます。では、なぜデータクレンジングはこれほど重要なのでしょうか。データ分析の世界には、義語の原則という有名な言葉があります。これは、ギャーベージイン、ギャーベージアウト、つまり、ゴミを入れたら、ゴミしか出てこないという意味です。例えば、リハビリの臨床データを想像してください。入力漏れや測定忘れによる、欠損値、握力が 200kg といった明らかな入力ミス、あるいは性別欄に男性と M のような全角と半角の混在など、様々な汚れが考えられます。もし、このような汚れたデータのまま分析を進めてしまうと、当然ながら、誤った結論を導いてしまいます。これは研究倫理にも関わる重大な問題です。こちらが本日使用する汚れたサンプルデータです。patient アンダーラインデータアンダーラインメシ .csv というファイルを Pandas で読み込んだ状態です。パッと見ただけでも、インデックス1番のグリップストレングスや、インデックス4番のゲートスピードが NaN、つまり欠損しているのがわかります。また、セックス性別の列を見ると、M や F に混じって、男性や女性と日本語で入力されている行もあります。10行目のグリップストレングスは 200.0 となっており、これは先ほどの入力ミスの例に該当しそうですね。このように、実際のデータは最初から整っているわけではないのです。データを読み込んだら、まず、ステップ1として欠損値の確認を行います。最も基本的な方法は def.info メソッドです。これを使うと、データフレームの全体像がわかります。実行結果を見てください。レンジインデックスは10エントラーズ、つまり30行のデータがあることがわかります。しかし、各列のノンマイナスナンカウント、つまり欠損していないデータの数を見ると、セックスは28、グリップストレングスは28、ゲートスピードは28、そしてフィムスコアは26となっています。30行あるはずなのに、数が足りません。これはデータに欠損値があることを示しています。次に、具体的にどこが欠損しているかを確認する方法として def.isNull があります。これは、データフレームの各セルが欠損値であれば true、そうでなければ false を返します。このスライドの例では、インデックス2番のグリップストレングスが true、インデックス4番のフィムスコアが true、インデックス8番のゲートスピードが true になっているのがわかります。ただ、これだとデータ全体を眺める必要があり、データが巨大になると少し見づらいですね。そこで、欠損値の確認で、これが一番使うと言っても過言ではないのが、def.isNull.sum です。.isNull で true/false にした後、.sum で列ごとに合計を計算します。これにより、スライドのように、列ごとに欠損値が合計何個あるかを一覧で確認できます。セックスに2個、グリップストレングスに2個、ゲートスピードに2個、フィムスコアに4個の欠損値があることが一目でわかります。これは非常に便利なので必ず覚えてください。欠損値に対処する前に、なぜデータは欠損するのか、その
パターンについて考えることが重要です。パターンは大きく3つに分類されます。カーは単なる入力忘れなど、完全にランダムな欠損です。マーは他の変数に依存する欠損で、例えば、高齢者ほど握力を測定しにくいといったケースが考えられます。マーは、その値自身に依存する欠損で、例えば、痛みスコアが高すぎる人ほど回答を避けるといったケースです。なぜ欠損したのか、その理由を考察することが、次に行う処理の方法を選択する上で非常に重要になります。欠損値の処理には、大きく分けて2つの方針があります。一つは、削除デレションです。欠損値を含む行、あるいは列ごと削除してしまう方法です。もう一つは、補完インピューテーションです。欠損値を何らかの妥当な値で埋める方法です。それぞれにメリットとデメリットがあります。まず方針1の削除です。パンダスではドロップナというメソッドを使います。例えば def アンダーラインドロップドイコール def ドットドロップナと実行すると、欠損値が一つでも含まれる行がすべて削除されます。メリットは非常に簡単なことですが、デメリットは深刻です。他の列は貴重なデータが埋まっているにもかかわらず、その行ごと失ってしまうことになります。リハビリの例で言えば、フィムのスコアが1項目だけ欠損していたとしても、他の項目や年齢、性別などの基本情報は非常に有益です。安易な行削除は避けるべきでしょう。次の方針には、補完です。フィルなメソッドを使います。例えば def フィルな0とすると、欠損値をすべて0で埋めることができます。しかし、ここで注意が必要です。リハビリの例で、測定しなかった握力を 0kg で埋めるのは妥当でしょうか。おそらく、測定しなかっただけで、実際の握力が 0kg ではないはずです。このように、0が、得点が0点という意味を持つデータなのか、単に、欠損なのかを区別することが重要です。そこで、最もよく使われる手法が、平均値などの代表値で埋める方法です。スライドのコード例を見てください。まず、def 一重引用符グリップストレングス一重引用符 .mean で、グリップストレングス列の平均値を計算し、mean アンダーライングリップという変数に格納します。次に、def 一重引用符グリップストレングス一重引用符、フィルナミンアンダーライングリップとすることで、グリップストレングス列の欠損値 NAN が、先ほど計算した全体の平均握力で補完されます。平均値以外にも、中央値や最頻値で補完するケースもあります。例えば、フィムのような順序尺度や、一部に極端な、外れ値が多いデータの場合、平均値よりも、中央値ミーディアンの方が妥当な場合があります。コードはミーディアンを使うだけです。また、性別のようなカテゴリデータの場合、平均値や中央値は計算できません。このような場合は、最頻値モード、つまり最も多く出現する値で補完するのが一般的です。補足として、フィルナの応用的な使い方を紹介します。メソッドイコール一重引用符フィル一重引用符と指定すると、欠損値を前の値で埋めることができますフォワードフィル。逆にメソッドイコール一重引用符フィル一重引用符は、後ろの値で埋めますバックワードフィル。これは、例えば歩行中のセンサーデータなど、時系列データで一部が欠損した場合に、直前または直後の値で補完する、といった使い方ができ有効です。スライドはフィルの例ですね。さて、データクレンジングが終わったら、次のステップ3は、データ抽出フィルタリングです。なぜ抽出が必要かというと、データがきれいになっても、分析対象は必ずしも全データとは限らないからです。例えば、70歳以上の患者さんだけに絞りたい、フィムが50点以下の患者さんだけを見たい、あるいは、歩行速度と握力の列だけを取り出したい、といったケースです。ここからの抽出のデモでは、先ほどの欠損値処理が完了した、ペーシャントアンダーラインデータアンダーラインクリーン .csv というきれいなデータを def アンダーラインクリーンという名前で読み込んで使用します。スライドの表を見ると、NAN がなくなり、セックスもメールスラッシュフィメールに統一されていることがわかります。まず、列の選択方法です。
1列だけを抽出する場合、スライド左側のように def アンダーラインクリーン一重引用符ゲートスピード一重引用符のように、括弧で列名を指定します。この場合、結果はシリーズという形式になります。複数の列を選択したい場合は、スライド右側のように、括弧の中に、さらに列名のリストを入れます。一重引用符エイジ一重引用符、一重引用符ゲートスピード一重引用符、一重引用符フィムスコア一重引用符のように、括弧が20になるのがポイントです。この場合、結果はデータフレームの形式で返されます。次に、行の選択です。これは、ブーリアンインデクシングという方法を使います。まず、def アンダーラインクリーン一重引用符エイジ一重引用符大なり70という条件式を作成します。これを実行すると、スライドの実行結果のように、エイジが70より大きい行は true、そうでない行は false となるシリーズが返ってきます。そして、先ほど作成した true/false のシリーズを、def アンダーラインクリーンの括弧の中に入れます。def アンダーラインクリーン def アンダーラインクリーン一重引用符エイジ一重引用符大なり70という形ですね。このようにすると、条件式が true になった行、つまり70歳より上の患者データだけを抽出することができます。実行結果を見ると、エイジが75歳、82歳、79歳などの行だけが残っているのがわかります。条件が複数ある場合も見てみましょう。まずは、and、つまり、かつの条件です。例えば、70歳以上かつフィムが90点以下のデータを抽出したい場合、and 記号を使います。スライドのコードのように、def アンダーラインクリーン一重引用符エイジ一重引用符大なり70という条件と、def アンダーラインクリーン一重引用符フィムスコア一重引用符小なりイコール90という条件を、and 記号でつなぎます。各条件を丸括弧で囲むことを忘れないでください。これをコンディションという変数に入れ、def アンダーラインターゲットイコール def アンダーラインクリーンコンディションとすることで、両方の条件を満たすデータだけを抽出できます。次に OR、つまり、またはの条件です。この場合はパイプ記号を使います。例えば、握力が 20kg 未満または歩行速度が 0.7m/s 未満のデータを抽出したい場合、スライドのように2つの条件をパイプでつなぎます。これも同様に、各条件を丸括弧で囲んでください。def アンダーラインターゲットイコール def アンダーラインクリーンコンディションとすることで、どちらか一方の条件、あるいは両方を満たすデータが抽出されます。ここでコラムです。データの抽出には .lock と .ilock という非常に便利な機能があります。まず .lock ですが、これはラベル名、つまり列名や行名で指定する方法です。.lock の括弧の中は、間まで区切って、行の条件と列の条件を指定します。スライドの例では、行の条件として def アンダーラインクリーン一重引用符エイジ一重引用符大なり70を、列の条件として、一重引用符ゲートスピード一重引用符、一重引用符フィムスコア一重引用符を指定しています。これにより、70歳以上の人の歩行速度とフィムスコアだけをスマートに抽出できます。もう一つの .ilock は、1、つまり0から始まる、行番号と列番号で指定する方法です。スライドの例では、def アンダーラインクリーン .ilock 0、10、0、3となっています。これは、0行目から10行目の手前までつまり0から9行目、かつ、0列目から3列目の手前までつまり02列目のデータを抽出しなさい、という意味になります。実行結果として、最初の10行、かつ最初の3列ペーシャント ID、エイジ、セックスが抽出されています。さて、講義の最後は、データの書き出しです。なぜ書き出す必要があるかというと、せっかくクレンジングした、きれいなデータは、今後の分析のためにファイルとして保存しておくためです。Google コラボ上で整形したデータを、自分のローカル PC にダウンロードすることができます。CSV ファイルへ書き出すには、to_CSV メソッドを使います。def アンダーラインクリーン to アンダーライン CSV ペーシャントアンダーラインデータアンダーラインクリーン 2.csv インデックスイコールフォルスのように記述します。
ここで非常に重要なのが、インデックスイコールフォルスという指定です。これを指定しないと、パンダスが自動で付けている行番号0、1、2点々が余計な列としてファイルに保存されてしまいます。必ずインデックスイコールフォルスをつける癖をつけましょう。実行すると、コラボのファイル一覧に新しい CSV ファイルが作成され、右クリックしてダウンロードできます。Excel ファイルへ書き出す場合も同様です。to_Excel メソッドを使います。df_clean to_Excel patient_data_clean3.xlsx インデックスイコールフォルス sheets_name イコール clean data のように使います。こちらでもインデックスイコールフォルスは必須です。また、sheets_name を指定することで、Excel ファイル内のシート名を自由に決めることができます。書き出されたファイルは、同様に右クリックでダウンロード可能です。それでは第11回のまとめです。まず、データ分析の前にはクレンジングが不可欠であること、義語の原則を学びました。欠損値の確認は df.isNull.sum が最も便利です。欠損値の処理には、削除ドロップナと保管フィルナーがありますが、安易な削除は非推奨です。保管は平均値、中央値、最頻値などを使うのが一般的です。データ抽出は df 条件式や df.log 条件、列を使います。そして、きれいにしたデータの保存は to_CSV または to_Excel を使い、インデックスイコールフォルスを忘れないようにしましょう。